序章。今日は人間関係の灰色地帯を言語化する。あなたの周りになんとなく会うたび疲れる人はいませんか？帰り道にさっきの会話を思い出してじわっと後悔が残る。嫌われたくないから笑って流したけど、どこかで自分を小さく折りたたんだ感覚が残る。でもそれを言葉にすると大げさに聞こえそうで、自分の気にしすぎだと片付けてしまう。今日のテーマはまさにその灰色地帯です。偽りの友達だけがする7つのこと。ここで言う偽りの友達とは、表面上は友達として振る舞うのに、関係の土台である信頼、尊重、相互性、我慢性的に欠けていて、結果としてあなたの心を消耗させる関係のことです。大事な注意点があります。この動画は誰かを悪者認定するための動画ではありません。人は誰でも自分を守るために不器用なコミュニケーションをしてしまうことがある。ただその不器用さが一時的なものではなく、関係があなたの尊厳を削る方向に固定されているなら、あなたが距離を取る判断をしてもいい。そして今日の話はグレー心理学として扱います。露骨な暴力ではないけれど、相手の感情や罪悪感、立場の弱さにつけ込んで静かに主導権を握るやり方。相手が悪いと断定しづらいけど受け手は確実に疲れるやり方。そういう現象を7つの行動パターンとして整理します。さらに今日はただのあるあるで終わらせません。研究で分かっている人が信頼を感じる条件、関係が壊れる時の典型パターン、比較や嫉妬が混ざった褒め言葉の心理的影響、社会的排除が心に与えるダメージ。こうした知見をできるだけ分かりやすく噛み砕きます。主張しながらやってほしいことがあります。頭の中である一人を思い浮かべる必要はありません。人は思い込みでラベルを貼ると証拠集めを始めてしまう。今日は特定の誰かではなく、自分の周りの関係を俯瞰するための物差しお手に入れる回にしてください。では行きます。偽りの友達だけがする7つのこと。第1章。偽りの友達の定義。なぜ見抜きにくいのか。偽りの友達が厄介なのは優しさと一緒に来ることです。むしろ最初は優しい、親切、ノリがいい、頼りになる。だからこそこちらは心を開く。ところが少しずつ違和感が積み重なる。重要な場面では味方にならない。自分の都合が悪くなると急に距離を置く。あなたの成功に素直に喜べない。あなたの秘密を軽く扱う。でも本人は悪気がない顔をする。この正面から否定しづらいのが灰色地帯です。その場で指摘するとあなたが神経質に見える。だから受け手は自分の感覚を疑い始める。その結果もっと深く絡め取られていく。友情は相互的な支援と信頼と自己開示のバランスで語られます。心の安全があると人は素の自分を出しやすい。逆に安全がないと人は常に関係の空気を読み自分を抑え続ける。今日の7つはその安全を壊す行動です。特徴は3つです。一方通行。あなたの評判や立場を削る。後から説明するとたまたまに見える。たまたまが何度も続くならそれはパターンです。ここからはそのパターンを7つに分けて見ていきます。第2章。1つ目。いないところであなたの情報を回す。ねじれたゴシップ。偽りの友達がやる1つ目。あなたがいない場であなたの話を素材にして場を取る。ポイントは悪口だけではありません。情報の扱い方です。例えばこんなケース。あなたが仕事でミスをして落ち込んでいた時、信頼していると思ってその人にだけ相談した。すると数日後別の知人から最近大変だったんだってと言われる。しかも内容が少し盛られている。あなたは気づく。相談がいつの間にか話のネタになっている。ゴシップには2種類あります。情報共有としてのゴシップ、そして誰かの価値を下げて相対的に自分の立ち位置を上げるゴシップ。偽りの友達が好むのは後者です。なぜなら手っ取り早く集団の中心に近づけるから。誰かの秘密や弱さは人の注意を引く。しかも自分は直接手を汚さずただ言っただけで済む。でも受け手は信頼の土台を失います。本音を話したら拡散されるかもしれない。そう思った瞬間、友情は相談できる関係から監視される関係に変わる。見抜き方はシンプルです。その人は他人の話をあなたにどう扱っているか。あなたに対してやっていることは他人にもやっている可能性が高い。もしその人がいつも誰かの内輪話を軽く語り、ここだけの話ねと言いながら人の失敗や弱さを面白く料理するなら、次に料理されるのはあなたかもしれない。対処の基本は2つです。情報の流度を下げる。そしてこちらから話題を変える。最近どうと聞かれても、まあいろいろあるけどぼちぼちだよで止める。具体を言うならすでに公になって困らない範囲だけにする。そしてもしあなたがすでに傷ついているなら、責めるより先に観測
をする。あなたが話した内容がどこまで広がっているか、どの歪み方をしているか、そこに一定のパターンがあるなら、距離を取る判断材料になります。この一つ目は、地味ですが、深く効きます。次の二つ目、三つ目が起きたとき、あなたは助けを求める相手を失っているかもしれないからです。第三章、二つ目、困った時にあなたを差し出す。責任のすり替え。偽りの友達がやる二つ目、トラブルが起きた瞬間に、自分を守るため、あなたを前に出す。わかりやすいのは、共同作業です。グループで何かを任される。結果が微妙だった。誰かが説明を求められる。その時、その人は、こう言う。私は止めたんだけど、彼女がこう言って、みたいに、もっと日常的には、誰かに誤解された時、あなたがフォローしてくれると思ったら、沈黙する。あるいは、その誤解に乗っかる。人は誰でも、自分が悪者になるのは避けたい。ただ、健全な友達は、少なくともフェアであろうとする。自分の取り分の責任を引き受ける。相手の尊厳を守る。偽りの友達は、その優先順位が逆です。相手の尊厳より、自分の体裁、相手との信頼より、その場の安全。見抜き方は、平時は優しいのに、緊急時ほど薄情になる。これです。対処は、一緒に何かを背負う場面を減らす。巻き込まれそうな場面では、事前に記録を残す。メッセージやタスクの分担を明確にする。冷たいと思うかもしれません。でも、偽りの友達の特徴は、こちらの善意と曖昧さを使って、自分を守ることです。ならばこちらは、曖昧さを減らす。もう一つ、大事なポイント。あなたが責任をかぶってしまうタイプなら、その人は、あなたを、安全な避雷針、として学習します。一度成立したパターンは繰り返されやすい。だから最初の一度目が勝負です。とっさに、いいよ私が言っとく。という前に、事実だけを整える。それは私が決めたことではなく、一緒に決めたことだよね。と静かに戻す。関係を壊すためではなく、フェアさのラインを引くためです。第4章。3つ目。予定を軽く扱う。ドタキャンと先延ばしの支配。偽りの友達がやる3つ目。予定を守らない。直前でキャンセルする。連絡が遅い。決めない。曖昧にする。ここで重要なのは、忙しいから仕方ない。という単発の話ではありません。パターンです。あなたが時間を空ける。準備もする。楽しみにしている。なのに、直前で、ごめん無理。とだけ来る。代替案もない。罪悪感も薄い。そして次は向こうの都合で誘ってくる。これは、予定の問題ではなく、優先順位と支配の問題です。予定は、目に見える形の尊重です。約束を守ることは、あなたの時間と労力を人として扱うというサイン。繰り返されるドタキャンは、あなたの時間は安いというメッセージになり得る。さらに厄介なのは、受け手が自分が重いのかなと考えてしまうこと。だから笑って許す。すると相手は学ぶ。この人には雑にしても大丈夫だ。と、見抜き方は、キャンセルの後の行動です。本当に申し訳ない人は、代案を出す。埋め合わせを考える。説明が具体的。次からはこうする。と改善がある。偽りの友達は、ごめんだけで終わる。あるいは、逆にあなたを責める。そんなに怒ること。と空気を悪者にする。対処は、次の約束を、組まない。ではなく、組み方を変える。です。前日に確定しよう。当日朝に最終確認しよう。直前キャンセルが続くなら、しばらく誘いは控えるね。という。ここでの狙いは、相手を裁くことではなく、自分の時間の価値を守ることです。第5章。4つ目。グループの中で静かに外す。社会的排除というグレーな攻撃。偽りの友達がやる4つ目。露骨に嫌うのではなく、輪の中で、あなたの居場所だけを薄くする。というやり方です。例えば、こういう場面。数人のグループでやり取りしている。あなたもそのグループの一員のはずなのに、集まりの話があなたのいないところで決まり、終わってから、そういえば昨日集まってたよ。みたいに報告だけが来る。あるいは、あなたが話し始めると、話題が不自然に変わる。相槌が急に浅くなる。笑いが起きない。視線が散る。あなたは何か悪いことを言ったのかと不安になる。厄介なのは、一回だけなら偶然で説明できることです。たまたま連絡が漏れた。たまたま忙しかった。たまたま話題が合わなかった。そう言われたら、反論しづらい。でも、社会的排除は人間の脳にとって強い痛みです。仲間外れにされる状況では、心はここにいていいのかという危機を感じやすい。この反応が続くと、人は自分を守るために過剰に迎合する。か、先に切り捨てる。か、どちらかへ触れやすい。偽りの友達がこの技を使う理由は、主導権が取れるからです。あなたは居場所を守りたくて、相手の機嫌を読み始める。すると、相手は何も言わずにあなたを動かせる。見抜き方は、排除の後に、その人がどう振る舞うかです。健全な友達なら、連絡漏れを認めて、次はこうしよう、
と改善する。あなたの居心地を回復しようとする。偽りの友達は逆です。あなたが傷ついたと言うと、大げさと返す。気にしすぎと言う。そんなつもりないとだけ言い、次の行動は変えない。対処は3段階です。第1段階、事実確認。昨日集まってたの知らなかった。次は誘ってね。この一言で改善するなら、単なる事故の可能性が高い。第2段階、参加条件の明確化。誘われてない集まりの話を後から聞くのはしんどい。参加するなら事前に教えてほしい。ラインを言語化する。第3段階、距離。改善がないなら、そこはあなたが居場所を奪われる構造になっている。グループ全体がそうとは限らない。特定の人がハブになっている場合もある。だから関係を整理する。味方になってくれる個別の人とだけつながる。新しいコミュニティに投資する。偽りの友達の問題は、ただ嫌な気持ちになる。で終わらない。あなたの世界を狭くすることにつながりやすい。第6章、5つ目。連絡が頼み事の時だけ。都合のいい関係に固定する。偽りの友達がやる5つ目。あなたに連絡してくるのが、困った時だけ。になる。普段は既読だけ。返事が遅い。会おうと言っても曖昧。なのに、仕事で人手が欲しい。引っ越しを手伝って、紹介して、相談に乗って、こういう要件の時だけ、反応が早い。ここでのポイントは、頼ること自体は悪くありません。友情は支え合いがある。問題は、相互性です。偽りの友達がやりがちなのは、あなたには、友達なんだから助けて、と共同体のルールを要求し、自分は、交換のルールで動く。というズレです。あなたが小さく頼んだ時、5分だけ話せる。これを一度だけ聞いて、いつも曖昧にされるなら、あなたは関係の中心にはいない可能性が高い。対処は、断り方ではなく、返し方を整えることです。今は難しい。代わりに、ここまでならできる。情報だけ送る。別の人を紹介する。それでもいいなら手伝う。こうすると、相手が利用したいだけかどうかが見えます。フルサービスしか求めない人は、条件がついた瞬間に不機嫌になるか、消える。消えるなら、それは答えです。第7章、6つ目。褒め言葉に毒を混ぜる。嫌味な称賛で序列を固定する。偽りの友達がやる6つ目。褒める形をしているのに、あなたの価値を下げるメッセージを混ぜる。意外とできるんだね。今回はたまたまうまくいったね。その服、似合うね。いつもより、ちゃんとしてるじゃん。珍しい。言われた瞬間は、褒められてるのかなと受け取ろうとする。でも同時に、何か引っかかる。心が小さくざわつく。グレー心理学としては、これは、序列の固定に使われます。褒め言葉は本来、あなたの努力や成果を認めるもの。でも毒が混ざると、あなたは、相手の評価軸の下に置かれる。相手の中に、あなたの成長が眩しい。あなたの成功が怖い。そういう嫉妬がある場合、表面上は褒めて、同時に釘を刺す。上に行くな。調子に乗るな。私の方が分かってる。そんなメッセージになります。見抜き方は、褒め言葉の後味です。元気になるか、萎えるか、比較が残るか。対処は、反撃より、翻訳。です。相手の言葉を、表面ではなく、構造で捉える。意外とできるんだね。これは、私はあなたを低く見積もっていた。の意味。今回はたまたま。これは、あなたの実力ではない。の意味。翻訳できると、毒を内側に入れなくて済む。返し方の例。ありがとう。次もこの調子でやるね。さらっと流して、相手の序列ゲームに乗らない。もう少し境界線を出すなら、意外とってどういう意味。と穏やかに聞く。嫌味な人は、具体を言えない。曖昧な毒が明るみに出るからです。第8章。7つ目。会話がいつも相手中心。あなたが背景になる一方通行。偽りの友達がやる7つ目。会話の主役がいつも相手で、あなたは聞き役というより、エネルギー供給装置になる。会うたびに、相手の愚痴と自慢が9割。あなたが話し始めると、ふーん。で終わる。それ私もさ。とすぐ自分の話に戻す。見抜き方は、会った後に、元気が減っているか、増えているか。健全な関係は、長期で見て相互に回復が起きる。偽りの友達の関係は、長期で見て、あなたから相手へ回復が流れるだけになる。グレー心理学としては、あなたの話を聞かない。という行為で、関係の主導権を固定している場合があります。あなたが話す内容は、相手にとって管理できない情報です。あなたが成長しているかもしれない。別の世界を持っているかもしれない。他の関係を作るかもしれない。だから無意識に、あなたの声を小さく扱うことで、あなたの世界を小さく保とうとすることがある。対処は、期待の調整と、境界線の2つです。期待の調整。この人に深い相談はしない。この人には軽い話だけ。そう決めるだけでダメージは減る。境界線。今日、私の話も少し聞いてほしい。今はアドバイスより、共感が欲しい。この2つを短く言う。言っても変わらないなら、能力不足ではなく、意思の問題になっている可能性が高い。あなたのニーズを尊重する気がない。
だから繰り返される。境界線を出した瞬間に相手が不機嫌になる。罪悪感を植え付ける。被害者になる。急に距離を置く。こうした反応が出るなら、関係は友情ではなく役割契約になっているかもしれない。第9章、7つのサインを誤判定しないためのチェック。3つの質問。偽りの友達を見抜くとき、一番やってはいけないのは、単発の出来事だけで断定することです。だからチェックを3つに絞ります。質問1、それは繰り返されているか。偶然はある。でもパターンは関係の設計です。同じ種類の傷が何度も起きるなら、あなたの感覚が正しい可能性が上がる。質問2、指摘した後、変化があるか。健全な友達は、知らなかった、ごめん、というだけでなく、行動を変える。行動が変わらないなら、口だけの謝罪で関係を維持している。質問3、あなたの自己肯定感が長期で上がっているか、下がっているか。その人に会うほどあなたが小さくなるなら、それはコストが高い関係です。そしてもう一つ、自分にも問いかけてほしい。あなたは、その人に何を渡し続けているか。時間、感情労働、共感、情報、紹介、労力、与えているものが大きいのに、返ってくるのが不安と疲労だけなら、バランスが崩れている。第10章、距離の取り方、グレー心理学に対抗する3ステップ。偽りの友達は露骨に殴ってこない。だからこちらも露骨に戦う必要はない。戦うほど相手の土俵に乗る。おすすめは3ステップです。ステップ1、小さく減らす。返事の速度を落とす。会う頻度を下げる。情報の深さを浅くする。これだけで多くの関係は自然に形が見えてくる。ステップ2、条件を言語化する。次は事前に誘ってほしい。ドタキャンが続くなら当日決定にしよう。嫌味っぽい言い方は苦手だからやめてほしい。ここで相手が改善できるなら修復可能性は残っている。ステップ3、それでもダメなら構造ごと離れる。グループから完全に消える必要はない。でもあなたの生活の中心から外す。会う場を限定する。二人きりでは会わない。仕事の利害が絡むなら連絡を事務的にする。重要なのはあなたが相手を変えるのではなく、あなたが自分の生活を守ることです。友達を切るというより自分の健康を守る配置換えです。最終章、まとめ。偽りの友達を見抜く力は自分を大事にする技術。最後に今日の確信を一言でまとめます。偽りの友達はあなたの尊厳を削るのに証拠が残りにくい方法を選ぶ。だからこそあなたの感覚が唯一の早期警報になります。違和感は心が弱いサインではない。境界線が踏まれているサインかもしれない。本物の友達はあなたの成功を怖がらない。あなたの時間を軽く扱わない。あなたの話を消さない。あなたの居場所を薄くしない。あなたの弱さをネタにしない。もし今日の7つのどれかに何度も心当たりがあるなら、あなたは今ここで距離を変える権利を持っています。エンディング。ここまで見てくれてありがとう。あなたは7つのうちどれが一番刺さりましたか？番号だけでもいいのでコメントで教えてください。そしてもし今まさに関係で消耗しているなら、まずはステップ1、小さく減らすからで大丈夫です。このチャンネルでは人間関係の灰色地帯、言葉にならない違和感、そこを解剖して自分を守る技術に変える動画を出していきます。続きが見たいと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。